今日は急騰するウラン株について2月8日に決算を迎える CCJ を解説するよ。CCJ の位置づけ、過去の生産推移からの状況理解、昨年のニュースなどを解説するよ。結論を先に言うと、短期、これは CCJ の決算後のウラン株についてだけど、動きは現時点ではよくわからない。上がる確率の方がどちらかというと高そうな気がしているけど、不確定要素が多いよ。長期、これは1年とか数年ぐらいのイメージだよ。これは引き続き強気だよ。まず CCJ、キャメコのウラン鉱山会社の位置づけを確認するよ。この表は2022年のウラン生産の企業別ランキングだよ。前の動画で説明したカザフスタンの KAP がトップで 23% を生産しているよ。前の動画で説明したように、ほとんどの鉱山が合弁会社で持ち分が約半分ぐらい。よって KAP の生産が世界の4割以上を説明していたよ。今回の CCJ、キャメコは2番目に位置するよ。12% 程度と思うかもしれないけど、例えば3番目のオラノも CCJ 合弁による割合が大きいよ。4番目、5番目は KAP との合弁の割合が多いので、KAP と CCJ の2つの会社の生産動向で、世界のかなりの割合の生産動向がわかることになるよ。前回もそうだけど、CCJ の決算だからといって、CCJ への投資について説明したいのではないよ。世界のウラン生産がどうなるかを見て、その増減がウランスポット価格の増減に、さらには株価への増減につながるよ。ざっくり CCJ のことを説明して表面的に理解してもらってもよかったけど、今回は歴史的な流れも踏まえて立体的に理解してもらうよ。ということで、これが CCJ の2013年以降の鉱山別の生産実績よ。細かいけど、これで今 CCJ が置かれている状況を理解していくよ。ここで書いてあるのは生産量の中で CCJ の持ち分の部分だけの数字だよ。ウラン生産は合弁会社になっているので、鉱山としてはもっと多く生産しているよ。2023年の年間の結果は2月6日に出るので、2023年は四半期別の数字を入れているよ。一番右側に2023年の計画を記載しているよ。まずは合計の推移から見ていこう。2015年の 28.4 ミリオンポンドをピークに、2017年には 23.4、さらには2018年には 11.9 と下がっていっている。2020年と2021年はコロナの影響で生産が十分にできなかった特殊要因があるが、それ以外の期間は2018年から2022年まで10代前半となっている。これはどういうことかというと、福島以降、ウランスポット価格がどんどん減少していき、2016年に20ドル割れまで来た時の影響だよ。詳しくは、ウランシリーズのウラン2の動画を見てね。それにより、どうなったかというと、鉱山のうち、下の3つは2016年で生産を中止したよ。鉱山名の左にティア1、ティア2と書いてあるけど、これは鉱山の生産コストで分けられているよ。ティア2の3つの鉱山が中止したということは、生産コストの高い鉱山の生産を中止したということだよ。ウラン価格が安くなりすぎて、採算が合わなくなったんだね。さらに、最も生産してきたマクアーサーリバー、キーレイクも2018年初頭には生産を中止してしまったよ。ちなみに、マクアーサーリバー、キーレイクってどんなところかというと、こんな感じ。カナダのサスカチワン州にある世界最大の鉱山と精製工場だよ。CCJ は鉱山であるマクアーサーリバーの約7割、精製工場であるキーレイクの8割強の持ち分を持っている。マクアーサーリバーの残りの部分はオラノカナダが持っているよ。戻ってくると、マクアーサーリバーは2018年初頭に中止し、
2022年終盤に生産を再開しているよ。実質的には2023年に本格稼働し始めたということだね。もちろんこれは2022年ぐらいから本格的にウラン価格が上がってきたことに影響されているよ。シガーレイクは2014年から立ち上がった新しいウラン鉱山だけど、その後はずっと稼働している。シガーレイクはこんな感じ。こちらもカナダのサスカチワン州にある鉱山だよ。CCJ 以外にはオラノと東電が持ち分を持っているよ。インカイもずっと稼働している。インカイは前の動画に出てきたカザフスタンにある KAP との合弁の鉱山だよ。さて、これで CCJ の今置かれている状況を理解できたかな？まとめると、福島以降、ウラン価格が下がり、まずは生産コストが高い鉱山の生産を停止した。その後に最大規模であるマクアーサーリバーも停止した。生産規模を半分以下にして、シガーレイクとインカイだけで生産していた。2021年あたりからウラン価格が上昇し始めて、コストが安く、最大規模のマクアーサーを本格的には2023年から生産を開始した。その時点が今である。では、具体的なニュースを見ていこう。2023年9月3日に出たプロダクション&マーケットアップデートを見ていく。端的に言うと、生産を下方修正するニュースである。シガーレイクに関して、新しい西ポットでの採掘稼働が継続したため、機器の信頼性の問題が浮上した。生産目標を18ミリオンポンドから 16.3 ミリオンポンドに引き下げた。この生産量は鉱山全体の量とのなる。マクアーサーリバーに関しても、生産量を15ミリオンポンドから14ミリオンポンドに引き下げた。こちらはマクアーサーリバー鉱山は順調に操業している。一方でキーレイク工場では施設の手入れとメンテナンスに要した時間の長さ、実施された運用上の変更、必要なスキルを持つ人材の確保などを引き下げの理由にしている。経験とサプライチェーンの課題が材料や試薬の入手可能性に及ぼす影響があることを述べている。これは元の話に戻すと、シガーレイクと異なり、キーレイクは2023年から本格稼働をし直した工場である。再稼働であるので、必要な人材やサプライチェーンに課題が出てきているのである。ここから予想されるのは、5年近く稼働をやめている鉱山の再稼働も簡単ではないということである。稼働をやめた時期は、ウランが絶不調の時期なはずで、CCJ に限らず、世界的に鉱山をやめたり、鉱山会社が潰れたりしていた時期である。一度いなくなった人材を集めるのは難しいのではないか。それも、再稼働や開発をしているのは CCJ だけでなく UEC、EU など多数の会社が同時並行で人材は取り合いになっている可能性がある。ここら辺の事情が表面化してきているのではないかと思っている。10月31日の Q3 のカンファレンスコールを読むと、自動化とロボット工学に取り組んでいるということ。人材の問題をロボットによる自動化で置き換えようとしているのか。うまくいってそうなコメントだが、果たしてその結果が今回の決算で見られるかが見どころである。新しいことを始めると、初期は想定外のトラブルが起きていくイメージがあるが、果たしてどうなるか。ここで気になっているのは、2023年の生産計画との乖離である。この生産計画は、9月23日の後の Q3 決算で示されているものである。数値は下方修正した後のものになっている。シガーレイクでは、計画のためには Q4 で 3.3 必要となっている。マクアーサーリバーは 3.5 必要となっている。シガーレイクの四半期での過去最高の生産は 2.9 であり、また Q3 で問題を抱えているので Q4 で回復するとも思えず、2023の計画を大きく下回る可能性があると思っている。
マクアーサーリバーの 3.5 は過去にそれだけ生産できたこともあるが、2023年の実績を見るとおそらくその数字を出すことは難しく、この生産計画も下回ることが予想される。マクアーサーリバーの場合は鉱山は問題なく工場の問題なので、そこまで気にする必要がないのかもしれないが、ニュースとしてこの2つが下方修正した計画をさらに下回ったとして流れるとインパクトが大きいかもしれない。ちなみに Q3 のカンファレンスコールを見ると、シガーレイクの問題は毎週毎日の生産の進捗状況の最新情報を受け取っていると、ずっと良くなっているとのこと。なのでガイダンスは修正しないとのことだった。この言葉を信じるかどうかは皆さん次第ですね。Q3 のカンファレンスコールでこの2つの鉱山の目標は来年両方とも18ミリオンポンドの生産に戻すこととしている。持ち分でなく全体の量で、シガーレイクは下方修正する前の生産目標となる。マクアーサーリバーは下方修正する前の生産目標の2割増加のレベルとなる。この2つの鉱山の安定的な生産稼働を目指している。気になるのが下半分のティア2ですね。今は稼働していないけどウラン価格が上がってきたので、生産コストが上がっても十分回収できるレベルまで上がってきている。そろそろ再稼働の動きが出てくるかという点ですね。特にラビットレイクは以前は4ミリオンポンドぐらい生産しており、中規模だがそれなりの生産になっている。ちなみに KAP の生産ガイダンスの下方修正は 9.3 ミリオンポンドぐらいと言われているので、4ミリオンポンドの数字的な感覚はそれとの比較で理解してほしい。これが出ても KAP の話を打ち消すほどではないよ。ラビットレイクの説明をしておくと、これもカナダのサスカチンワン州にある鉱山。CCJ が 100% の所有となっている。1975年から生産開始の古い鉱山となっている。生産コストがどのくらいかというと、これは DNN のカンパニープレゼンテーションの資料に載っている数字。縦軸はオールインフルコストで1ポンドあたりのコストとなっている。青枠の一番左が印海。今日説明した KAP との合弁のカザフスタンとの鉱山だね。灰色のバーがカザフスタンの鉱山だけど、圧倒的にコストが安いから今の生産量でカザフスタンが大きいよ。青枠の2つ並んでいるのが、左側がマクアーサーリバー、右側がシガーレイクだよ。30ドル前後だね。問題のラビットレイクは赤枠だよ。40ドルを少し超えたところだね。この数字が正しいとすると10ドルぐらいコストが高いと見るべきかな。 CCJ が出している長期契約でのウラン価格は2024年1月で72ドル。3ヶ月前の64ドルから1割以上上がっている。経済合理的には再稼働をしてもおかしくない水準だね。前回のカンファレンスコールでは再稼働については慎重に見極めたいことを述べている。今あるのが供給の緊急性なのか需要の緊急性なのか。要するに一時的に供給の問題で価格が上がっているだけで、短期に価格が上がって下がる場合は生産しても過剰になってしまう。長期的な大きな需要があると判断できれば再稼働したいという意味かな。言葉は慎重だけどどう出るか。正直再稼働の話が次の決算で出てくるか読みにくい。経済合理的には出してくるタイミングだと思う。ただ再稼働しているマクアーサーリバーが人材不足で遅れている部分がある。当然ラビットレイクも同じ問題に直面すると考えるのが普通だと思う。それならばマクアーサーリバーがフル稼働になってから再稼働を進めていくのではないか。今回は再稼働は出てこないのではないかと思っている。ただいずれにしてもいつかは出るネタだと思うので、次の決算で出るのか今年のどこかに出るのか
来年出るのかの違いに過ぎない。長期投資の観点からは、このネタはいつか出て調整するものと想定しておくのが良いと思っている。最後に決算と言いながら、売上高とか EPS の話は全く出てこなかったけど、CCJ にとって本質的にどうでも良いと思っているよ。基本長期契約の世界なので、過去の長期契約、すなわち1年前のものも5年前のものもいろいろある中で、おそらく納品されたものの契約に基づいて決まっているはず。固定価格の部分とスポット価格の部分があり、全体としてはウラン価格が大きく上昇しているので、よくて当然の結果が出るはずである。アナリスト予想もヤフーファイナンスの2023年の売上高予想を見たけど、前回はおろか前々回のガイダンスよりもかなり低い数値になっているよ。アナリストにやる気が感じられないね。絶対ビートするよね。なので決算の売上高とか EPS は気にする必要はないと思っている。けどよく分かっていない人がそれを見て買う可能性があるので、最終的にどうなるかは分からないけど、上がる可能性もあるかなと思っている。これはあくまで CCJ だけで、他のウラン株はそれほど反応しないと思うよ。あくまで2023年の生産実績、2024年の生産計画、再稼働の有無あたりをカンファレンスコールも含めて確認していきたいよ。最後に言いたいのは、 CCJ の決算は長期で見ればほぼ無視して良いと思っている。もちろん出る材料によって一喜一憂する可能性はあるけど、多少時期がずれるだけの問題だと思っている。長期ストーリーはこのウランの需要と生産のインバランスだけだよ。今はこの2024年の1で生産が増えようとしている時期。増え幅が先週の KAP のニュースで減ったことになる。今回の決算もこの傾きが少し変わるぐらいの話だよ。最大限増えたとしても2025年に需要を超えるのは難しいと見られているよ。傾きの変化は1年から数年の単位ではウラン価格の上昇幅が変わるかもしれないけど、ウラン価格のトレンドが変わるものにはならないと考えているよ。目先の材料やそれによる上下に惑わされずに、長期でこのストーリーに乗っていくのがウラン投資のポイントだよね。最後に2024年2月4日での日本の証券会社で取り扱っているウラン銘柄を掲載しておくね。今後も動画を見たいと思ったらチャンネル登録と評価をしてね。チャンネル登録と評価が私のパワーになるの。それじゃまた次回。バイバイ。